こんにちは、アドブローです。今回はヘッドのプレステージツアー2023年モデルの薄口レビューやっていきたいと思います。というのもですね、今日知り合いの、ラケットを貸していただくことができまして、ちょろっとね、打ってきました。で、プレステージツアーの2023年モデルで、ストリングがポリツアープロで、グリップがレーザーに変えてあるもので、それ以外は特に鉛足したりとかしてない状態のを打たせてもらいました。で、前作もほぼ同じセッティングで以前打たせていただいてはいるので、それと比べてどうかというような感じで、薄口レビューをしていきたいなと思っております。で、先に言ってしまうと、僕自身は今ヘッドの最新テクノロジーとされているオーセチ君に対して割と懐疑的な見方をしている人間ですので、そこの検証ですね、 2.0 になって何か変わったのかみたいなところも踏まえてインプレしてみたいと思います。はい、では早速インプレなんですけれども、結論から言うと前作とそんなに違いっていうのは感じなかったです。強いて言うなら、打った時のフィーリングが少ししっかりしたのかもなぐらいな感じで、その記憶の中の前作と比べて何かがすごく違うかって言われると、ちょっとそれは感じなかったかなと思います。はい。で、そのオーセチック 2.0 になって、その 2.0 らしい何かをこう堪能することができたのかと言われると、少なくとも僕には分かんなかったですね。はい。で、その持ち主の方にも聞いたんですけれども、前作もツアー使っていて、で今回のに変わってどうなのかって聞いたら、ちょっとね硬く感じるかもなとは言っていたので、打球感的な変化としては少しこうしっかりしたのかもしれないかなみたいな、そんな感じでした。で打ってみた感触としては、やっぱりいわゆる RA の高いラケットっていうのとはちょっと違うんですけれども、面が95ですし、ラケット自体が飛ばす感じもあんまりないし、ストリングもそんなにたわまないし、なんか手応えとしては非常にこう重たいなというふうに感じました。ラケットの重みを生かしてボールを飛ばしていくタイプだなっていうのは改めて感じましたね。はい、なのでピアストと同じような感覚で打とうとすると全然球飛ばないし、であとはCX400 ツアーにブラスト貼ったのも持って行って打っていたんですけれども、スペック的にも予想通りではあるんですが、断然 CX の方が柔らかいし、楽に飛ぶというような感じで、一応ボックス系のカテゴリーに両方入りますけれども、別物だなと感じましたね。はい。でこのプレステージツアーなんですけれども、手に持った時にすげえずっしりくるなっていうのは感じました。はい。315g でレザーにしていて、しかも若干トップヘビーだったらしいんですね。若干トップヘビー気味の個体だったらしいので、もうやっぱりこう振り上げる、こするスピンとか、あとはその片手バックでスピンを打つとかっていうのは相当しんどい。振り上げるよりも前方向にレベルスイング気味に打って、推進力を出していくっていうような感じで打たないとダメだし、逆に言うと、そういうレベルスイング気味に振っても十分コートに収まってくれるラケットという風に、ポジティブに言うなら、そういう感じかなと思いました。もう正直これは、スペックで見た通りだと思います。はい。でじゃあ前作と比べてどうなのかっていうところのお話をちょっとさせていただくと、打球感としては少しねしっかりしたかもしれないなというぐらいで、言うてじゃあ明確に何か違うのかって言われると、難しいなという感じ。もう本当に同じセッティング、同じ使用状況の、前作と今作を持ってこない限りはちょっと分かんないかなと。少なくとも記憶で比較して、今回の方が変わったねみたいなのはちょっとね、僕は分かんなかったなという感じで、あとはそのフィーリング的にはちょっとしっかりしたかもなっていうのはあるんですけど、じゃあ性能的にどうなったかっていう話をすると、僕は性能的な変化は別に感じなかったです。マジでスペックから想像する通りのラケットだと思うし、前作から何かこうすごくじゃあ飛ぶようになったとか、すごくスピンがかけやすくなったとか、そういう変化は感じなかったです。はい。なのでやはりこうオーセチック 2.0 らしい何か、独自の何かみたいなものは僕は
今回打った限りでは感じられなかったなという感じでしたね。で、なんでオーセチックに対して懐疑的かっていうと、そのオーセチック以外にもカーボンのレイアップとかを変えてる可能性ってあるわけじゃないですか。単純にオーセチックにここを、入れ替えましたっていうわけじゃないと思うんですよね。で、実際そのレイアップを変えた影響もあると思うので、オーセチック入れたんでこう変わったよとかっていうのを判別できないと思っているんですね。だから聞いてんのかどうかも正直分かんないなっていう感じなので、はい。ただですね、プレステージなので、これはこれでいいと思うんですよね。別に大きな変化求められてないと思うし、で、今回クラシックも同時に出たっていうことからも、なんかもう既存のユーザーであったりとか、過去にプレステージ買ってましたよっていう人をより強く狙い撃ちしていくラインナップになってんじゃないかなっていう気はしますね。変にね、大きく変えて、ユーザーが離脱してしまうよりは、あんまり変えずに出し続けるっていうことの方がスマートではあるかなとも思うので、そういうやり方もプレステージならありかなというふうに感じました。はい。ここからはちょっとおまけになるんですけれども、プレステージ以外のヘッドのラケットについてちょっとお話をね、していきたいなと思います。というのも、ちょっと今後がね、僕は不安だなと思ってるので、そこをお話しさせていただくんですけれども、プレステージはね、別に変化そんなに求められてないと僕は思っているんですが、言うてじゃあ他のラインナップも現状維持でいいのかっていうと、決してそうではないとは思うんですが、はい。ただですね、ヘッドの特徴としては、全てのシリーズに共通したテクノロジーを搭載していくっていう部分だと思うんですね。はい。おそらく今後スピードだったりとかブーンとかエクストリームとかにも順次その、オーセチックの 2.0 っていうのが入ってくると思うんですね。はい。ただそのヘッドの先のラインナップを見ると割といろんなスペックがある割になんかキャラクターかぶってるというか、A と B と選択肢あるけどこれどうなんか選び分けるのなんかあんま差ないよねみたいな感じのもちょっと増えちゃってるかなと思うし、それでも売れてはいるかなとは思うんですが、売れてる理由としては色とかデザインとか、使っている選手のイメージとかの方がなんか強くなってきてるかなっていう気がします。昔からね強い選手が使っていてそれで売れているブランドではあるかなとは思うんですが、現状他社と比較してもちょっとその色合いが強くなっている気はします。はい。で最初にも言った通りそのラインナップかぶってる上に、今後同じテクノロジーを搭載していくっていうところになってくるとより一層選び分けであったりとかなんかもうどれでもいいよね好きな色を買えばいいよねみたいな空気になってきてんじゃないのっていう気はちょっとしてます。はい。もちろん全く同じというふうに言うつもりは全然ないんですけれどもなんかちょっとあんま差ないなと思ってます。はい。で現状一般プレイヤーで売れてて、そしてよく使われているラケットのブランドっていうと、バボラとヨネックスってすごく強いと思うんですね。ついでヘッドとかになってくるとは思うんですけれども、このバボラとヨネックスってシリーズごとに割と独立したテクノロジーを搭載しているじゃないですか。はい。素材であったりもそうですし、なんて言うんでしょうね。割とそれぞれが独立してなんか進化してきてるじゃないですか。でそれとヘッドって割と対極じゃないですか。全部に同じテクノロジーを順次搭載していくヘッドに対してバボラとヨネックスはそれぞれが順々になんかそれぞれにモデルチェンジしていくよっていうところなので、別にどっちがいいとかではない、断言はできないかなと思うんですけれども、言うて、繰り返し言ってますけど、オーセチック 2.0 って正直聞いてるか分かんないなと思っちゃうんで、で別にレイアップを変更してそれで性能とかフィーリングが変わるっていうことであれば別にそれはそれでいいんですけど言ってよと思うわけですね。はい。なのでそのオーセチック 2.0 を入れてこうなりますよみたいなのは僕の体感できるレベルで言うとただのなんかセールストークに聞こえちゃうよねっていう、言うて僕のセンサーがね鈍いだけかもしれないですけれども、ただ正直オーセチックに対してはやっぱり今回打っても懐疑的な見方っていうのは覆らなかったなと思います。はい。
でプレステージは別に変わってなくてもいいんですよ。入れたっぽいけど別に前作とそんな変わってなくてもいいよねっていう見方できるんですけど、スピードとか、エクストリームにはそれはちょっと通用しないんじゃないのっていうところで、少し不安だなというふうに今回打って感じましたという、大きなお世話だよっていうね感じの話だったんですが、そんなことを思いました。ということで今回は非常に薄口のレビューでしたけれども、やってみました。はい。一応ですね、前作のインプレであったりとか、過去に打ってみたヘッドのラケットのインプレに関しましては概要欄の方にリンク貼っておきますので、よろしければそちらも、合わせてチェックをしてみてください。今回の動画以上です。それでは。